お世話になります。はい。2つお荷物来てます。はい。こちらにサインいただいていいですか。はい。すいません。どうも。はい。ありがとうございます。失礼します。はい。I don't need to tell you that it's over. And I know if I come any closer. I don't need to tell you that it's over. And I know if I come any closer, this is gonna be too much for us. I don't need to tell you that it's over. You can probably say it in the way I stay. And I know if I come any closer, this is gonna be too much for us to bear. I don't need to tell you that it's over. You can probably say it in the way I stay. And I know if I come any closer, this is gonna be too much for us to bear.はい、ようこそ我が家へということで、今回ですね、我が家に招き入れたのが、彼でございます。ダンクハイスペシャルのバーシティメイズミッドナイトネイビーの通称ミシガンでございます。いやーめちゃくちゃ嬉しい。そうなんです。またね、実は変えていたシリーズということで、スニーカーズでゲットしました。発売日にはですね、ドーバーストリートマーケットの銀座、あとキースですね、宮下パークのキースの方にも抽選受けてたんですが、全て落ちたということで、もうスニーカーズにかけるしかなかったんですがね、嬉しいことにゲットすることができました。もうダンクの話に関しては、僕たちのチャンネルでずーっと言ってるので、もうね、軽くざっくりでご紹介します。1985年に生まれましたバスケットボールシューズでございます。もう皆さんもご存知、エアジョーダン1と同い年でございます。当時はですね、Beatle to Your School というスローガンのもとに発売されました。オリジナルはですね、合計7色ございます。で、こちらの7色が各大学に配られたということでございます。で、こちらの画像ですね、もうお気づきの方いらっしゃるかなと思うんですが、オリジナル7色なのに、写真にはね、8色ございます。これなんでなんやーっていう話なんですが、一番ですね、右下の分ですね、こちらに関しては、ターミネーターとなっております。僕もね、何回も動画で、お伝えしてるんですが、僕がナイキさんで一番好きなスニーカーでございます。こちらもね、一応ダンクと同じで、Beatle to Your School のキャンペーンで使われたものでございます。で、こちらのターミネーターに関しては、ジョージタウン大学で使われたものでございます。でね、なんで他がダンクなのに、ジョージタウンだけ、ターミネーターなんだっていうところなんですが、いろいろ諸説あるそうなんですが、一説、有力な説としては、ジョージタウン大学のバスケットボールクラブのコーチに、黒人の方がいらっしゃったからだという話があるそうです。昨今ね、BLM、ブラックライブスマターが、叫ばれてて、今以上にやっぱり黒人差別っていうところが多くあったんじゃないかなと思います。だからそこだけターミネーターだったのかなと思うんですが、ちょっと詳細は定かではないのでわからないです。で、一応ダンクに関しては、83年から84年の大学バスケットボールリーグのシーズンをいろいろ見て、その1年間でナイキのセールスマンたちがいろいろチームのコーチであるとか選手の方に聞き取りをして作り上げたのがこちらのダンクでございます。だから1年ちょっとでね、開発から製造まで作り上げられたっていうのがね、結構驚きですよね。で、話をね、戻しましょう。こちらのね、ダンクに関してはオリジナル7色のうちの1色がこちらミシガンでございます。ミシガン大学のカラーでございます。
。ミシガン大学ね、本当にバスケットボールのもう超名門校でございます。今まで NBA プレイヤーに関しては57人かな、輩出しております。ちなみにね、一番多いのが、ケンタッキー大学でございます。120人ぐらいかな、を NBA の方に輩出しておりますが、超名門校でございます。そのチームのカラーリングを落としたのがこちらのダンクでございます。今までね、何度か復刻をされていたり、2005年だったかなに、ナイキ SB で、スウェードのモデルとしてね、復刻もされております。直近だと2016年にこちらのカラーも復刻されております。だからね、4年の時を経てまた再復刻という形で販売されました。もうね、だいたいもう去年末からもずっと続いてるダンクブーム、ここに合わせてきたかっていうところですね。2016年の時に関しては、僕当時大阪に住んでたんですけど、その頃はナイキの心斎橋で並んだっていう記憶がないですね。どうだっただろうな。夕方頃に行っても確かあったようなイメージだったんで、今みたいに抽選でみたいな感じではなかったのでね、もう昨今のダンクブームがいかにすごいかっていうのがわかると思います。あとちなみにダンクの歴史で言いますと、その後ですね、スケーターたちに目をつけられて、ボロボロになるまで、スケシューとして履き潰された過去もございます。2002年にはね、ナイキ SB として、ダンクローなどが発売されております。そうですね、なんとなく僕個人もダンクってバッシュっていうよりちょっとどことなくスケシュー感覚があるんで、面白いスニーカーだなと思います。先日ですね、発売された、エアジョーダン3のコラボレーション先フラグメントデザインの藤原宏さんも、こちらのミシガンを履いてスケートをされてたそうです。かなりボロボロになるまでね、スケートをしてたそうです。東京でも滑ったりとかニューヨークでもこのスニーカーを使ってスケートをしていたそうです。じゃあディティール見ていきましょう。まずアウトソールですね。アウトソールもうこんな感じです。もういつも通りの感じです。砂利がよく詰まりやすいですよね。これジョーダンとかダンク履いてる方は多分あるあるだと思うんですが、こんな感じとなっております。いい感じのネイビー色です。で、ミッドソールですね。ミッドソールに関してはもうホワイトですね。やっぱりダンクってね、このあたり、フォアフットの部分とかこういう部分にスリットが入ってるんで、ちょっと奥行き感が出て、ジョーダンとはまた違ったような感じでね、かっこいいデザインでございます。で、アッパーはオール天然レザーとなっております。トーボックスであるとか、クォーターのあたり、あとヒールのあたりに関しては、バーシティメイズということでイエローが使われております。あと、このあたりですね、トーガードの部分とかですね、この辺に関してはミッドナイトネイビーということで、ネイビー色が使われております。で、シュータンですね。シュータンはね、SB とは違って、薄タンというか通常のナイロン製のシュータンが使われております。ややパリッとしたような印象ですね。で、シューレースですね。シューレースはね、今回3本ついております。ネイビーとイエローとホワイトが付属しております。まずね、ネイビーいい感じだと思います。僕やっぱり数種の色とかと合わせるのが好きなのと、イエロー色をちょっと抑えめにしたいなと思うんで、ネイビー結構いいかなと思っております。で、次にイエローですね。イエローもね、意外とありかなっていう感じなんですよね。割と悪くないなという気がしております。続いては白ですね。白がね、なんかいい感じなんですよね。これ白結構ありかもしれないです。で、最後ね、もう一本、家にキックス6さんのホワイトワックスシューレースがあったので、ちょっと入れてみました。サイズはね、140センチで、ちょっと短めなんですが、こんな感じで紐だらーんとする分には、いい感じかなとは思います。いや、さすがですね、キック6さん。結構いい感じですね。なんか白紐だとキック6さんの方がいいかなと思います。デフォルトでついてくるシューレースより、だいたい2ミリぐらいかな、キック6さんの方が幅が狭いので、もうスルスルと入っていくんですよ。プラスね、ワックスシューレースなんで、滑りがね、かなりいい感じなんですよね。で、見た感じもキック6さんの白をパキッとした感じで合うなっていう感じなん
なんで、どういうシューレースでね、履いていこうかなとは悩んでおるんですが、とりあえず僕の場合はデフォルトのネイビーで履いていこうかなと思います。で、最後、サイズ感と、どういう服に合わせるかっていう話なんですけど、今回僕はですね、こちら 25.5 センチを購入しました。ダンクのローカットであれば 25.5 センチでもうベストでございます。ハイカットはね、今までね、ダンク SB とかも含めて26センチを購入しておりました。で、今回スニーカーズで購入する際、もうサイズ変更せず、そのまんまエントリーしちゃったので、届いたのが 25.5 センチということになりますが、履いてみるとね、全然問題なかったです。やっぱりジョーダン1と比べても、幅がね、ここの幅がやや大きくできてるせいかな。ジャストでしたね。かなりジャストでございます。きついっていう感じでもなく、本当にジャストっていう感じだったんで、僕に関しては 25.5 で、ハイもローも全然いい感じなんだなっていうことが、改めて分かりました。で、どういう服に合わせようかなっていう感じなんですけど、やっぱりダンクのハイカットって、ハーフパンツだと思うんですよね。もうドカッと靴をもう見せびらかすようなファッションがいいかなっていう感じですね。ただこれから冬になってくるのと、僕たちの動画見てもらえばわかると思うんですけど、僕に関しては緑であるとかカーキの服が大好きなんですよね。で、これなんか特にカーキの軍パンですね。カゴパンツなんかがかなり合うんじゃないかなと思っております。いやもう早く履きたい。外出てね、早く履きたいんですけど、東京ね、ただいま雨でございます。ダンクに関してはね、雨にも全然問題ない。エアーとか入ってないんでね、加水分解しないモデルなんで、全然履けるんですけど、さすがにやっぱり雨にちょっと下ろすのは嫌だなっていうところなんで、今日は我慢で、家の中でガシガシ履いてやりたいと思っております。そうだ。一応色味とね、ナイキクオリティについてのお話なんですが、黄色の色味に関しては、スニーカーズで見た時より、やや薄めの黄色なのかなという印象です。スニーカーズのね、お写真で言うと、若干オレンジがかったような赤みが強めの黄色のイメージだったんですけど、届いてみると、そうでもないかな。パキッとした、黄色というよりちょっとややレモンに近いかなっていうような色味でございました。で、あとここ最近騒がれてる、ナイキクオリティっていうところ、品質のところなんですが、やっぱり、ノリのはみ出しなんかが多いですね。最近のベトナム製に関しては結構雑だなという印象を受けます。あと、縫製のほつれなんかも多々ありますが、レザーに関しては、前回購入したダンクローのチャンプカラーズと比べても張りがあってね、非常に出来のいい子が我が家にやってきてくれたかなと思います。おおむね全然問題ない感じです。で、僕みたいにね、ガンガン履く人にとったら、全然問題ないやっていうところなのと、言われてみればね、昔からナイキさん割と荒いところはあったんで、全然今に始まったことじゃないよなとは思うんですが、やっぱりコレクションされてる方とか、あとね、やっぱりニューバランスとかアシックスなんかに比べたら質が正直悪いのは、否めないと思います。なんでね、ナイキさんもうちょっとね、丁寧に作ってほしいなっていうところをお願いしたいです。以上、今回はダンクハイのミシガンご紹介いたしました。もうそろそろ10月に入りますが、まだまだいいモデル続々と出そうな予感でございますね。もうちょっとね、今年かなりいいスニーカー出まくってるんで、お財布事情厳しいんですが、また何かいいスニーカーあって、もし購入することができればレビューしたいと思います。ぜひよかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye bye!